50歳、そんなに鍛えてどうするの？これも本当によく聞かれます。大会に出るの？何を目指してるの？でも私が鍛えてる理由は、筋肉を増やしたいからだけではありません。20年後、30年後も自分の足で歩いていたいからです。どれだけお金があっても、動けなければ意味がありません。旅行にも行けない。会いたい人にも会えない。やりたいことも諦める。そんな未来にはしたくない。だから私は50歳の今、未来の自分へ、毎日少しずつプレゼントを送っています。今日は私が筋トレを続ける本当の理由をお話しします。未来の自分へのプレゼント。私が筋トレを始めた理由は、最初はダイエットが目的でした。継続してもう9年目を迎えようとしています。見た目のために始めた筋トレですが、続けてきた今、改めて筋トレって奥が深いなぁと実感しています。そして今は、見た目のためだけに筋トレをしているわけではありません。20年後、30年後、元気でいるためです。行ったことがない場所へ旅行へ行きたい。見たことがない景色を見に行きたい。素敵だなぁと思うファッションをして出かけたい。誰かにちょっと待ってと言われる体ではなく、自分の足で歩ける体でいたい。私は未来の自由を手に入れるために鍛えています。お金は頑張れば増やせるかもしれません。でも体力は毎日の積み重ねでしか手に入りません。筋トレが変えたもの。筋トレを始めて変わったのは体だけではありません。夜はよく眠れるようになりました。血行が良くなり、冷えを感じにくくなりました。筋トレをすると、今日は頑張ったから、そう思って自然と食事も意識するようになります。体が喜ぶものを選ぶようになり、肌の調子まで変わりました。そして一番変わったのはメンタルです。悩んでる日、考えすぎてしまう日、そんな日は考え続けても答えは出ません。私はジムへ行き、体を動かします。汗をかいて呼吸を整えて、トレーニングが終わる頃には頭の中まで整理されています。筋トレは私にとって心と体を整える時間でもあります。少し体が歪んだなと感じたら、相対法で体の歪みを整える。骨が歪んだままだと、歪んだまま筋肉がついてしまう。大きな怪我になる前に、体の声を聞きながら、心も体も自身で調整しています。足を鍛える理由。私は足トレが一番大切だと思っています。足は人生を運んでくれるから。電車に乗っていると、座席から手すりを使わずにすっと立ち上がれる年配の方は、実はそれほど多くはありません。もちろんそれが悪いことではありません。でも私はできるだけ長く、自分の足だけで立ち上がれる体でいたい。病気になることもあります。怪我をすることもあります。入院することもあるかもしれません。そんな時、足の筋肉は驚くほど早く落ちていきます。だから私は元気な今のうちに貯金をしています。病気になった時を考えて、保険対策もいいと思いますが、筋トレは
病気になった時の保険ではなく、病気になりにくい保険だと思っています。病気を 100% 防げるわけではありません。でも体を動かす習慣を持ち、筋力を維持し、健康を意識して生活することは未来の自分を守ることにつながると思っています。だから私は今日も体を動かします。運動は体だけではありません。手足を動かしバランスをとり、体を思い通りに動かすことは脳への刺激にもなります。だから私は筋肉だけではなく、未来の健康そのものを育てていると思っています。自分のためだけじゃない。もう一つ筋トレを続ける理由があります。それは自分のためだけじゃないということです。子供たち、そして大切な人たちにできるだけ迷惑をかけたくない。もちろん年齢を重ねれば誰かの助けが必要になる日が来るかもしれません。でもその日を少しでも先に延ばしたい。自分で歩ける、立ち上がれる、好きな時に誰にも気づかれることはなく、好きな場所へ行ける。そして大丈夫？手伝おうか？そう声をかけてもらった時に、ありがとう、でも大丈夫、そう笑って答えられる私でいたい。そんな時間を一日でも長くしたいんです。だから私は今日も足を鍛えています。筋トレは未来の自分だけではありません。未来で私を支えてくれる大切な人への思いやりでもあると思っています。しんどい、でもそれ以上の見返りがある。正直に言います。筋トレはしんどいです。足トレなんて特にきついです。息は上がる、足は震える、今日は休みたい、そう思う日もあります。でもそのしんどさにはたくさんの見返りがあります。よく眠れる、冷えにくくなる、食事が変わる、肌の調子が良くなる、気持ちが前向きになる、自信がつく、そして未来への安心が積み重なります。筋トレはすぐに結果が出るものではありません。でも積み重ねたものは必ず未来の自分に返ってきます。私は筋肉だけを育てているんじゃありません。未来の自由を育てています。20年後も30年後も自分の足で歩きたい。好きな場所へ行き、会いたい人に会いたい。大切な人に大丈夫？と聞かれるより、いつも元気でいてくれてありがとう、そう言われる人生を送りたい。転ばぬ先の杖より、転ばない足腰を鍛えて備える。未来の私へのプレゼントです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、コメント、ハイプで応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。みこでした。